都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。格闘ゲームって言ったらやっぱり1対1でやるってことがほとんどだと思うんですけど、みんなとその友達と集まってゲームしたりっていうことします？今だとねよくオンラインでそういうことすると思うんだけど。オンラインがやっぱり多いですかね。どんなゲームやります？マリオパーティーとかですかね。絶対嘘ついてない。そんなことないですよ。おいらっしゃい。いらっしゃいませ。たくさんのお客様がよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。1人目のお客様は久保選手。ゲームの本質を見抜く能力に定評のある東海を代表するマルチプロ格闘ゲーマーです。2人目のお客様は初めてのご来店となる昴生選手。メルティーブラッドタイプルミナのランクマッチで1位を獲得したこともある若手プレイヤーです。3人目のお客様は剛一選手。鉄壁の防御から守りの剛一と恐れられ、国内外の大会で活躍を続けるトッププレイヤーです。4人目のお客様は乱歩選手。選手として活躍する傍ら、大会運営など選手以外の活動も積極的に行うプロゲーマーです。この4人がですね番組でこう勢ぞろいするっていうのもかなり貴重な機会だと思いますので、お互いにこうどんな人物か褒めてもいいですし、こう出会いいろんなエピソードあるんですとかあったら教えていただきたいんですけども、久保選手ですよね、どんな方なんでしょう？もう本当にゲームが上手くて、他のプレイヤーってすごい上手い人とかいると思うんですけど、久保さんはちょっと違ってて勝負強さがとてもあるプレイヤーだなって僕はすごい思ってます。なんかすごい横からの圧がやめてもらっていいですか？僕が格闘ゲーム始める頃、闘撃05ギルティギアのその闘撃の大会があったんですけど、本戦で9立てしてるんですよ、先方で。それがもうすごい衝撃的で、その次の翌年に僕はメルティーブラッドをやり始めたんですけど、その時に会いまして、なぜか初対面の時に僕まだその時彼女いなかったんですよ、今の嫁なんですけれども彼女いなくて、その嫁とどうしたらいいかっていうなぜか相談をした覚えがありまして、めっちゃ初対面でですか？めっちゃ覚えてなぜかそれをした覚えがあって、久保さんが「いや映画とかどうかな」教科書的だな。そう覚えてます？なんかそんな話したことはなんとなくあるんですけど、多分その時僕まだ彼女一回もできたことない。なんで俺に聞くのみたいな。ホラー映画とか多分いいと思うよって言われて、あ分かりましたって。僕めっちゃホラー苦手なんですけど、ホラー映画一緒に行って、で、無事付き合うことできたんで、久保さんのおかげかもしれないですね。僕久保さんとお会いしたの多分同じぐらい0607ぐらいなんですけど、なんで喋り出したかとか全然覚えてなくて、ことあるごとに顔を合わせてお話しするようになったっていうのはありますね。続いてですね、初来店の昴生選手についてお伺いしたいと思います。これかなり気になりますね。僕が一番初めに知り合ったのはグランブルファンタジーの格闘ゲーム、ちょうど出たての時で、ウェブスタっていうところでちょっと対戦会があったんですけれども、昴生君が、遠征に来てまして、この子確か BB タックから格ゲー始めてかなり強いプレイヤーやっていうのは聞いてたんで、結構対戦してめっちゃ向上心あって、もう一回お願いしますもう一回お願いしますみたいな感じでおおグイグイ来る若手来たと思ってそれが結構印象強いですね。僕初対面なんですよ。そうなんだ。今日初めまして。本当に印象こんなこと言ったら薄いんですけど、若いなっていう印象で、なんか向上心は確かにすごいなっていうのがその話してる中でも受け取れましたし、めっちゃコミュニケーション取ってくれるし、めっちゃいい子ってちょっとトゥンクします。最初に会ったのが僕が、さっき BB タックがこの子最初に始めたゲームっていうのを言ったと思うんですけど、それの対戦会を開いたんですよ。その時にこの子が来てくれて、なんかもうその時からものすごい僕格闘ゲームやる気あると、本当に世界一になりたいみたいなこともその時言われて、へーって、で今まで格闘ゲームやったことあんのって言われたらないって言われて、おープレイヤーとしてはやっぱ格闘ゲーマーは基本的に年取ってる方が強いみたいなこと言われるんですけど、そうじゃない部分で反応とかやっぱすごくいいです。そしてお隣剛一選手についてもお伺いしていきたいと思うんですが、初めて対戦したゲームが、今回そのメルティーブラッドの前作であるアクトカデンツァ。そうそう、アクトカデンツァ。で3人だけやっている防御っていうか、その3人しか試してこなかったみたいな手段があって、集団に対してシールドっていうコードなんですけど、その時ものすごい難しいことだったんですよ。それを多分実践してきた3人のうちの1人でした。剛
ゴイチさんは本当に画面の中のプレイヤーって感じで、僕の中ではもうゴイチさんと最初喋る時すごい緊張して、ちょっとあまりにも自分から喋りかけられなさすぎて、他の人に頼んでちょっとお願いしますみたいな、ちょっと勇気がなくてプレイヤーとしての凄さもマジでやばくて、もうみんな言ってますけど、もう防御が本当硬すぎて、もう防御だけかと思ったらその相手の攻撃誘って差し返しとかでダメージ取ってきたりして、対戦した時は本当にもうこれ勝てないと思って結構諦めの領域まで達しちゃったっすね。それでは最後にラッポ選手について伺っていきたいと思います。本当に強く意識しだしたのは実はメルブラではなくて、アンダーナイトインバース2019年そのエボリューション、彼が優勝したんですけど、でその時実は僕も、アンダーナイトインバースの種目に出てて、その自分もかなり練習したんですけど、その時僕結構本気で勝ちたくて、この人とこの人とこの人は優勝する可能性が高いなっていう、やっぱり3人ぐらい絞ったうちでいて、でその3人全員壇上行っちゃったんですけどなるほどはい、やっぱ強いんだって僕もその格闘ゲーム始めて1年ぐらいに経って、そのさっきのエボリューションは僕も結構すごい見るのが好きで、ウニの中でもめっちゃうまいなと思ってて、であとはその実況とかそのイベントとかでそのちょっと前にウニで出てたんですけど、その時も実況とかしてくれてたりして、僕から結構一方的に知ってたっていう人で、もう本当にもう今日みんなもう会って話すのすごい緊張するぐらいの憧れのプレイヤーなんですよね。そして今年に入ってですね、このメルティブラッドタイプルーミナアップデートが実施されました。このあたりいかがだったでしょうか。グローブっていうキャラクターを使ってるんですけど、そのどんだけ真面目にやっててももうミスる時はミスるみたいな拾いがあったんですけど、それがほぼミスらなくなったみたいな、情報ですよね。なるほど、すごくやりやすくなったっていうのがもう一番の影響ですね。僕のキャラは、あんま変更なくて、技の一部がちょっと速くなったなってくらいだったんですけど、大体みんなアッパー調整みたいな感じで、結構やれること増えたりしたキャラも多くて、全体的に見たら面白くなったなって感じですね。ノエルは特に修正はなくて、全体的に見るとシステムとかもちょっと改善されてて、ジャンプ中にためジャンプ C を押すと、なんかためた攻撃を出せるんですけれども、そこに攻撃を合わせると総裁が出るんですね、その総裁を見てからジャンプをするっていう行動が攻略であったんですけど、めちゃめちゃ難かったんですよ。それが結構簡単になったりとか、細かいシステム調整が入ってすごいまた面白くなったなっていうのはありますね。なるほど。ネット対戦のやりやすさがすごい向上してて、対戦相手とのそのピング値、相性がどれだけいいのかっていうのが対戦前に見れるんですよね。ランクマッチっていろんな人とマッチングするんですけど、海外の人とマッチングした後に入力遅延を自分で調整できたりとか、めちゃめちゃ対戦環境は良くなりましたね。メルブラを愛する皆さんのお話まだまだ聞いていたいんですけれども、プレイも見たくなってまいりました。お願いしてもよろしいでしょうか。もちろんです。お願いします。お願いします。メルティブラッドタイプルミナ第7回ハメジュンカップ。今回のハメジュンカップは1回戦は1本選手制、決勝戦は2本選手制のトーナメント形式で開催。優勝者には番組特製トロフィーを贈呈します。1回戦はじゃんけんで勝った選手が対戦相手を指名、勝ち残った51選手が今まで対戦したことのない昴生選手を指名。1回戦はご覧のように決定しました。まずは1回戦第1試合、昴生選手 VS51選手です。憧れのゴイチさんってことで、ちょっと緊張しますけど、ここちょっと勝って実力見せつけたいなと思います。問題あるわ。なんてハメジュンカップ第1回戦第1試合が 1P 側が昴生の青子、そして 2P 側に51ノエル通常が出ましたね。まずはモンデアルと言わんばかりに投げていく。そしてしっかりとアドリブコンボ、ダブルアップに行く。空中から崩して余罪を追求し、気づいたら KO ということでパーフェクトか。圧倒しました。さあまずは51、ここはシールカン BC プラ C でお互いにシールド後の夢を止めましたが、やはり上から触っていくのは51です。崩した。しゃがん B から余罪追求、
さあ画面足に持っていきます。空中内から置き攻め着地、ここはムーンドライブですが、しっかりと51もシールド、シルカン B プラス C が搭載。さあ今度はついに後世のチャンスが来たか。しっかりとコンボを決めてダウン奪う。そして設置、これは強いですよね。中段をガードしている。ガードではめるといえばやはり51。この設置した球をうまく使ってきます。崩れた。チャージしながら攻める51。ジャンプ C ブロンバックエッジ、そしてゲージを2本使って気づけば KO。 ボコられた。いつの間にかに倒している。まず1回戦第1試合、勝者51。開幕から一気に行こうと思ってたんで、それが構成したといいますか、すごい嵐気味に行きました。はい、勝ててよかったです。いや僕は逆にちょっと最初様子見から入ろうかなと思ってたんですけど、そこゴイチさんが一気にガツガツ攻めてきて、いつの間にかやられてしまったっていう感じになりますね。1回戦第2試合は久保選手 VS ランポ選手の対戦です。僕は揉まれすぎないように頑張りたいと思います。さっき揉み返し来てましたからね。そうですね、あれ痛そうですよね。いっぱいもみたいです。わかりました。式の方がやっぱり近づいていくキャラクターでしょう。まずはジャンプ攻撃を通してしっかりとジャンプ CBE を使ったコンボで画面端へ。さあ攻めが始まります。そしてガードできないこのパッ CBE 早めに使っていきましたね。そしてアークドライブまで、これで体力イーブンに戻しました。ただランプのゲージですね、マジックサーキットある状態。久保が遠距離戦を仕掛けていきます。ここはうまいこと中央に戻しつつジャンプ CB を絡めてムーンチャージゲージを貯めていきましたね。でここはアートシルカン B プラス C お互い相談している。ランプの回復の体力あるが、ここはカウンターで一気に倒し切りました。ランプとしてはどこかで解放を通して体力を回復したい状況でしたが、それはかなわずでした。まず先手は久保、崩している。ジャンプ CB からここはゲージを使っていきます。シーフォードを使って、そして遠距離戦、はい、これ非常に強力な強いしっかりとここから繋いでいきます。ゲージャー2本、まずは炎、そのまま倒し切っていく。1回戦第2試合、勝者久保。最初にその置き攻めされた時に、こっちの解放を通ったのが多分一番でかくて、そっからさらに、解放状態で出せる3ゲージ技、もう決まったことがもうほぼ全てだったんじゃないかなと思います、今の試合。ね、その久保さんがおっしゃったように、ちょっと自分も展開作りたいなっていう様子見を多めに行こうかなと思ったんですけど、ちょっと考える時間をくれなかったっていうところが、まあ一番ですかね。なるほど。第7回ハムジュンカップ1回戦は郷一選手が昴生選手に、久保選手がランポ選手にそれぞれ勝利し、決勝に駒を進めました。第7回ハムジュンカップ優勝はどちらの手に？久保選手 VS 郷一選手。そうですね、今さっき愛知の後輩がやられたんでやったろうと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。お願いします。そして郷一選手、今さっき大阪の後輩やられたんでやってやろうと思います。一応確かにそういうね戦いでもあるんですね。はい、それでは準備して始めてください。はい、ということで、組み合わせ 1P 側が久保のグローブ、そして 2P 側に51のノエルが座っております。どうですかね、これ、この組み合わせは。そうですね、結構ブローブが中距離牽制を置きに行くって立ち回りなんですけど、それに対してノエルの黒剣っていう飛び道具があるんですけど、それをうまく当てれるのが割と試合展開の肝になってくるんじゃないかな。ブローブ側はやっぱ近づかれたくなくて、その球打ったりとか中距離で奥に行くっていう立ち回りがかなり多いんで、そこを郷一さんがどんだけくぐるかみたいなところはあるかなって思います。今触っております。画面端に追い詰めたのはここに逃がさなければ結構これは高いつなぎになりそうだ。ダブルアップ、いいですね。手を切ってきました。あれがガードされても OK なんですよ。ガードされてもプラス10何フレーム取れるんで、解放以外には勝てる。
なるほど、まあ、黒剣のこの数がね限られているという分装備道具が非常に強力になっているノエルのその強みを生かしていきました。まず1ラウンド目は51が触った後から圧倒しましたね。やはりここも黒剣。今のは投げをグラップしたのも狩れる黒剣なんで、かなり強い選択肢ですね。ダウンを奪って、しかしここはしゃがみシールド、シルカン B プラ C 相対になっている。そしてグローブ1ラウンド取られるとこのように中撃点氷になります。このモードのグローブは弾の弾速も上がってすごい強くなります。ゲージを使って氷を当ててからゲージを溜めつつ遠距離戦に戻していきました。しかしここはシールドで対応する51、空中から触りに行く。特権の数はいくつでしょうか。あっとこれ解放とした54ですね今。たくさん使ってきますが空中戦この解放相当な体力を51回復しましたね。こうなるとどこかでこの久保も解放を通したいところ、バックステップ空中にヒット、ただこれは繋がらない。接近戦氷を飛ばしてシールドで取るのは51です。しかし攻め込んでいくのはむしろ久保。前にいる、ここを取った、相当大きい。ムーンドライブを使ってゲージを回収しつつ3ゲージでしっかりとアークドライブ、真相北海見事に倒しきりました。いやー今早い段階でムーンドライブ使うことによって火力上げたのすごいうまいですね。開幕グローブの方はコパンのフレームがノエルより遅いんで、はいまあ、投げと投げ抜けを選択せざるを得ないんですよ、でさっきのラウンドで開幕に黒剣食らってたんで、それに対する開幕の解放でとにかく触らせないっていうのを意識してなるほど、うまい中距離戦うまいこと久保は捉えていきます。グローブ置き技強いですね。でダウンを奪ってチャージをしていく、ゲージを回復していく。こうなるとここで解放をむしろ通したのは51です。体力が回復、いやー苦しい。さらにダッシュから投げ抜けを誘ってムーンドライブ、これはミスになった。どこ響くか。解放は終わりました。おっとジャンプでうまいこと氷を回復ってダブルアップ勝ち。これが通ると画面足へノエの一つさらにダブルアップ、強制立ちくらいなので補正切りしやすいですね。ジャンプ C を通して空中投げ、解放としたい。ここで解放しっかり取っている、見事。いやーうまい。逆転勝利と言っていいでしょう。初戦に取ったのは51のノエル。いや今ちゃんとガーキャン解放は結構遅いんですけど、はいここをちゃんとムーンドライブ使って確認しに行った感じですね。めちゃめちゃうまいですね。ムーンドライブを使うことで技の硬直法を、キャンセルしてさらにシールドで解放を取っていきました。遠距離戦はやはりグローブか。ここはシールドまとわりついていく51。空対空ジャンプへ。いや逃げに行くとこしっかりとがめてますね。これで一気に51のペースになりますか。投げ下段逃げたい久保ですが、そこはムーンドライブがうまく運気を使って返していく。またしても投げ抜き誘い、ダッシュで密着してから低空ダッシュ。ここは C の炎を使ってさらに攻め込んでいきます。崩れないですね。グローブの最大ためが中段なんですよ、でちょいための下段で崩そうとしてるんですけど、はい先ほどから一度も崩れてないですね。なるほど、さすが51。しかしペースは久保でしょうか。いやーうまい。しっかりと崩して1ゲージ。うまいっす。今のはあれですできました。ね。あえて空中受け身取らしたことで弾で受け身狩りするっていう感じですね。なるほど。シールドシルカン B プラス C も取り切っている。そうですね、さっきからグラつぶしの黒剣結構食らってたんで、それやられないようにシールドを置いてたりして結構対策してますね。これはここは C 黒剣で距離が見えなくて、はい奥攻め通したのは51。いやーこの EX 黒剣の後は表からどっちか分かんないですね。うわこれは無理だ。戻ってきた。補正も緩い。倒しきることができました。分かんなかったからしゃがみシールド打ったところに中段攻撃ですね。前後ろに1回行ってからの空中バックダッシュから崩していきましたね。これで51がリーチ。中段がしゃがみシールドに通った。これは大きい。シールドカウンター B。確定してる。黒剣が通った。これは大きい。土材を追求しつつゲージを使って画面足へ51のチャンスか。いやー遅らせり。ちょっとファジー気味に守ろうとしたところを見事崩しました。ダブルアップ。シルカン B プラス投げているのは51だ。裏にいる。ダウンがいい。中段。これゲージを1本。次崩れる。ミスった。こ
コンボにしたとこに2段中段受け身からの攻め第7回ハメジュンカップ優勝は51。2試合目の置き攻めでバックダッシュジャンプ C が通ったのがかなりでかかったなっていうふうに思ってまして、あそこから結構流れが変わったかなっていうふうに思います。全体的にちょっと向こうのグラップ潰しとかも結構食らってたんですけれども、途中でコパンで落としたりとかもして、結構読み合いが勝ったなっていうのが、運が良かったかなというふうに思いました。ありがとうございました。一番悔しいのは解放をもう完全に見てからドライブで確認されてシールドを取られた時って、もうこれ多分このゲームで一番悔しい瞬間を、このテレビの場で映されるっていうこれ放送を見た時俺相当きついなんか揉み返しくるんだろうなって思って揉み返しがやってました。いや強かったです。はい、ありがとうございました。各駅室ハメジュン、本日も閉店のお時間となりました。私ハメジュンカップ初めて見させていただいたんですよ、なのでその熱さを近くで感じられてとっても楽しかったです。違うゲームでもやっぱ呼んでもらいたいと思いますし、今実はちょっとダイエットをしてて、多分前回の放送の時よりもちょっとシュッとしてると思います正直なんでもし次会った時にその辺の変化期待しててください僕はこういうなんていうんですか、そのカメラ向けられるのとか結構経験なくて、初めてだって緊張しましたけど、結構楽しかったですね。やっぱり本当に皆さんと話してきてよかったですし、ちょっと大会はちょっと残念な結果になってしまったんですけど、僕もこれからメルブラだけじゃなくて新作ゲームいろいろやっていこうと思うんで、また機会があれば出させていただければなと思って、あわよくば思ってるんで、今日は本当に皆さんありがとうございました。まず嬉しいですね。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。でなかなかこういったメンツでテレビに出る機会ってなかなかないので、すごい有意義な時間ですごい楽しかったです。昔のエピソードとかもこういうのあったなとかいろいろ振り返れたんで楽しく過ごさせていただきました。で、久保さんがダイエットしてるっていうことなんですけれども、多分前回放送から僕は5キロぐらい太ってるんで逆にもしかしたら次の放送でさらに太ってるかもしれないんで、そこちょっと注目したらあかんかな昔の友達とこうやってお仕事ができるっていうのは本当にすごく嬉しいことですし、こうやって新しい出会いもいただけて本当に素敵な場を設けていただいてありがとうございますというところで、前回放送から多分筋肉量が若干上がってみんな勝手な変化をね、体脂肪率が若干下がっていってるので、次回までにはもうちょっとムキムキになっていただいたなと思うので、その辺の変化をぜひご注目いただければなとということで今夜の各駅室ハメジュン、お客様は久保選手、昴生選手、剛一選手、乱歩選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとう。来週は鉄拳7特集、4名のお客様がご来店。第8回ハメジュンカップも開催、お楽しみに。